でこれが、最新のやつ。こんな感じですね。この木型かなり細い、そこの感じが色とか一緒なんですけど、こっちの新しい方が洗練された感じ、かなり細いですね。はい、どうもこんにちは。今日の動画はですね、この靴が完成した時に言ったちょっと似てる靴を比較してみますっていうやつですね。3足僕の作った靴があるんですけど、なんとなく似てる部分があるので、これを比較していきたいと思います。というところで気づいた方いらっしゃいますかね。ビカクシダですね。これこの前渡るにもらったビカクシダビフルカツマン、あれからちょっと数日経ってるんですけど、水もあげて、確かにね毎日変化しますね。これこのペコンって出てるこいつがちょっと1センチぐらいは伸びましたね。でここにね新芽がこいつもね毎日確かに 1,2 ミリは伸びてますね。ちょっと面白いかも。でまだこの葉っぱがね分岐がしてなくってまだ赤ちゃんらしいんですけど、新しい葉っぱで分岐してるやつが早く出てきてほしいなと、確かにこの新芽に期待しちゃいますね。で実際ちょっとここ今かけてたんですけど、ここちょっと日当たりがあんまり良くないんで、普段はちょっと別のとこにね置いてます。たまに成長報告をしていきたいなと思います。さあ本題入りますかね。この靴3足なんですけど、何が似てるかと言いますと、その前に、作った時期的にはこれが、作ったのが6月5月ぐらいですね。5月ぐらいかですね。靴作り Vlog としては2足目に作ったやつですね。で順番がこんな感じで、これが、この前シューメイク一筆書きの靴作りってやつで作った靴で、これ一枚革でアッパーができてるっていうやつですね。8月の終わりぐらいだったと思います。これが10何足目だ、14足目です。でこれが、最新のやつ17かなとか、そんな感じです。ここがかなり大きな隔たりがありますね。この靴は、ヴィンテージの木型、ちょっとコメントでヴィンテージっぽい靴を再現してほしいですっていうコメントをいただいて、結構初期の頃にいただいたコメントで、なるほどと思って、こうやって視聴者の方からアイデアいただくのってすごいいいなと思って、で結局その、コメントくれた方の思ってたのとはちょっと違う感じになっちゃったんですけど、これはこれでヴィンテージっぽい靴にはなったかなと思います。木型をヴィンテージの木型を、多分ね60年ぐらいの木型だと思うんですけど、それを買ってそれに合わせて型紙を作って、靴を片方だけ作ったってやつですね。でこれはこうぐるっと螺旋状に巻いて作る靴っていうことで、こんな感じで割と普通のデザインに見えるんですけど、これ革の切れ目がなくてこう 2.5 周ぐらい巻いて作ってるってやつですね。これはすごくね履き心地が良くてヘビロテ中ですというやつですね。一番新しく作ったこういうソールをめちゃめちゃ攻めてみた、で木型をすごく理想の形に近づけて作ってみた、片っぽしか作んない履かない靴ですね。じゃあ何が似てるのかと言いますと、まずこれちょっと置いといて、この2足、靴作りのレベルが全然違うんですけど、そのレベル感がよくわかるのがこのコバですね。これは白いステッチで残そうと思って頑張ったやつですね。ウィールの番手的には10番です。10番っていうのは 2.5 センチに10針縫ってますね。こんな感じなんですけど、こっちは、ウィールの番手が14番、糸は黒いんですけど、だいたい縫い目の感覚でいうとこっちは 2.5 ミリ、こっちが 1.8 ミリですね。細かく縫うからどうっていう話でもないんですけど、細かく縫う方が難しいので、細かく縫っても精度がね高くできたという、そういう、自己満です。でデザイン的にはどっちもストレートチップ、ここがね一文字が入ってて、あとはこういうラインが流れるという、そういうデザインなんですけど、こっちは本当にシンプル、ただのストレートチップのデザインにしてみました。でこっちはもともとストレートチップを作るというよりはヴィンテージっぽい靴を作るっていうのが始まりなんで、ヴィンテージらしいこのラインね、こういう線とか、あとステッチのこのダブルの感じとかをヴィンテージのデザインを元に作ってみた感じですね。なのでデザインの始まりは違うんですけど、結果的に似たような感じになっています。なので底付けも全然違って、これかかとの大きさ見てください。ヒールの大きさ多分2倍ぐらいあるんじゃないでしょうかね。ものすごい大きさの違いがありますね。なんですけど、このレザーヒールに釘打ちっていうのを同じことやってるんですけど、もう
この時は散々でめちゃくちゃ失敗して釘打ちがねめちゃめちゃなことになりました。すごい汚い感じに。でこのヒールはこっちの反省を生かしてしっかり均等にやったのでかなり綺麗になったんじゃないかなと思います。でこれも別にコンセプトの違いなのでどうっていうこともないんですけど、このウエストの幅これ多分7センチぐらいありますね。ダブルウェルトっていう全周ウェルトが巻くやつなんでこのウエスト幅結構出るんですけど、こっちはこれ何センチかな、 3.5 センチぐらいですね。だから本当に半分以下ぐらいな感じになってますね。なのでこうやって見た時の底の感じが色とか一緒なんですけど多分雰囲気全然違いますよね。これは底付け方法が違うっていうのもあるんですけど、単純に技術レベルがアップしてるっていうのはまああると思います。こんな感じですね。この木型かなり細めに削ったんで全体的に細いですね。というのと、次がこいつとこいつの比較ですね。この2足は何が似てるかというと底付け方法が結構似てます。どっちもねベベルドウエストをやってますね。これはちょっと履いちゃってるんで分かりにくいかもしれないですけど、ウエストがどっちもかなり細いですね。でかかともかなり小さめです。こんな感じでかかとの見た目は割と似てる感じですよね。このヒールカップからつながるこの積み上げの曲線の感じもこっちも同じようにやってます。こっちの新しい方が洗練された感じ、履いてないっていうのもあるとは思いますけどね。このウエストの細さも、当然ですけどこっちの方が細いですね。こっちはね 5.5 センチぐらいなんですけど、こっちは 3.5 ということでかなり細いですね。正直こっちでもちょっと細すぎるかなっていうぐらいは細いんですけど、こっちはさらにですね。でベベルドウエストのこの見た目が結構違います。こっちは結構丸めのベベルドウエストなんですけど、こんな感じですね。じゃかなり四角めのベベルドウエストにしてみたんで、こっちの方がシャープな印象ありますよね。こんな感じですね。かかととソールのこの段差とかも結構新しい黒い靴の方がしっかり入ってるんじゃないでしょうか。それとこのステッチのピッチも、こっちの黒い靴が14番でこっちの茶色の方が12番ですね。こんな感じですね。細かいと何が起こるかというと、細かい方がよりドレッシーな感じになりますね。でこの2足木型がですね同じ木型をベースにして作ってるんでかなりね似てます。見ても多分ほとんど一緒に見えるんじゃないでしょうか。こっちの方がより細いですけど、かかとの小ささとかがねこっちが黒い靴の方です。結構違ったりちょっとマニアックすぎますかねあんまり映像じゃ分かんないかもしれないですね。という感じでデザインはこれとこれによく似てるんですけど、やってることとしてはこの2足が兄弟みたいな感じですかね。この靴はこっちでやったことを踏まえてさらにレベルアップさせてみたという靴作りでした。どうでしょうかね。僕的にちょっと似てるなっていう靴を3足比較してみたんですけど、自分でね作った靴を見て自分で比較して作ってる自分としてはこうやって比較すると、なるほどこの時こういうことをやってたのかみたいな、ここがやっぱり上達してるなみたいなのがすごい分かって楽しいんですけど、ちょっとマニアックすぎるというか細かすぎるかもしれないですね。こんな感じで靴作りをやってるっていうのが少しでもね伝わったら嬉しいなと思うんですけど、この靴はこのまま履きます。ちょっと履いてる上でちょっといろんなね問題が発覚してきてるんですけど、それが目的なんでいいでしょう。でこの2足は履かないで取っておきます。またこういう履かない靴をね作った時にこう並べて一気に比べてみるみたいな、どうでしょうか。じゃあ今日はかなり説明チックになりましたけど、僕の作った3足比較してみました。それとね美隠し田くんの紹介もしました。今後僕の技術の成長とともにこの美隠し田の成長もね見てみてください。じゃあ今日こんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。